静かな朝の光がリビングの畳を優しく照らしています。お茶を一口飲んで深呼吸をする、そんな普通の毎日ですが、最近胸の奥に小さな重みを感じます。カレンダーに書かれた実家の掃除の日。かつては温かい思い出の場所、今では少しだけ負担に思えてしまう、そんな自分に戸惑っていました。父が他界してから数年が経ちました。誰も住まない実家は静かに傷んでいきます。庭の草むしりや屋根の点検、車で片道2時間通うだけでも一苦労。庭を見るたびにため息が漏れます。維持費や固定資産税、毎年届く請求書。このまま放置すれば子供たちに迷惑がかかるかもしれない。そう思うと夜も眠れませんでした。妻のよしこが心配そうにこちらを見ています。あなた、最近あまり笑わなくなったわね。言葉に詰まりました。家族のために残してくれた家、それを処分したいなんて口が裂けても言えない。一人で抱え込み孤独を感じる日々。ある夜、仏壇の前で膝を落としました。お父さん、ごめんなさい。静かな部屋に小さな泣き声が響いていました。週末、息子が久しぶりに帰省してきました。食卓を囲みながら息子が優しく切り出します。お父さん、実家のこと一人で悩んでない？その一言で肩の荷が少し軽くなりました。家を守ることだけが孝行ではない。家族が笑顔で暮らしていくことが一番大切なんだと心から気づいた瞬間でした。翌朝のリビングはどこか澄んだ空気で満ちていました。テーブルの上に広げたのは古びた一冊のノート。父が残してくれた実家の記録です。これまでは見ないふりをしていた現実ですが、家族で話し合ったことで覚悟が決まりました。まず私たちが直面したのは所有権の曖昧さでした。昭和の時代から変更されていない登記の名義、父の名義のまま放置されていたことが不安の原因だと明確に気づいたのです。名義変更を怠っていると将来権利関係が複雑になって子どもたちに大きな負担をかけることになる。その事実を知った瞬間、背筋が伸びる感覚がしました。そこから私たちの具体的な準備が始まりました。最初に取り組んだのは法務局での登記事項証明書の取得です。慣れない役所の窓口で申請書に記入し、一つ一つ手続きを進めていきます。書類の束を手に取った時、紙の重みとともに現実的な解決への第一歩を踏み出した実感が湧いてきました。あなた、焦らず一つずつクリアしていきましょう。よしこが隣で優しく声をかけてくれます。そうだね、急がずに確実に行こう。手をつなぎお互いのぬくもりを確かめ合いました。次に向き合ったのは実家の資産価値の正しい把握でした。自治体が運営する空き家バンクへの相談です。ただ放置するのではなく、地域の制度を活用する知識を得ました。専門家が現地を調査し、土地の状態や建物の価値を客観的に診断してくれました。不動産だと思い込んでいたけれど、正しい知識を持てば選択肢はいくつもあるんだね。長男のケンが資料を見ながらうなずきます。そうだよ、父さん一人で悩む必要なんて最初からなかったんだ。息子の頼もしい言葉に胸の奥が熱くなりました。そして3つ目のステップは実家に残された大量の荷物の整理でした。週末ごとに家族全員で実家に通い、思い出の品と不要品を分けていきました。長年溜まっていた埃を払い、古い押し入れを開けるたびに懐かしい記憶がよみがえります。作業を進める中で手足は疲れましたが、心が不思議と軽くなっていくのを感じました。物を減らすことは思い出を捨てることではなく、
これからの暮らしを整えることなのだと、体を通して理解できたのです。見てごらん、こんな写真が出てきたよ。若い頃の写真を見つめ、みんなで笑い合いました。さらに私たちは将来の暮らしを見据えて、運転免許の自主返納制度についても調べ始めました。70代に入ると車の運転への不安が増してきます。免許を返納することで得られる地域特典、バスや電車の運賃割引やタクシーの優待券、さらには温泉施設や宿泊施設の割引まで、車を手放すのは寂しいけれど、こんなに嬉しい制度が用意されているなら、これからの移動も楽しみになるね。よしこが嬉しそうにパンフレットをめくります。これからは2人で電車に揺られて、ゆっくり旅をするのも悪くないね。制度を知ることで諦めではなく、新しいライフスタイルへの希望が生まれました。一つ一つの手順を踏んでいくごとに、かつての漠然とした恐怖や不安は、スーッと消えていきました。手続きの煩わしさや作業の疲労感さえも、家族の絆を深める大切な時間へと変わっていきました。本当に動いてよかった。お茶を飲みながらしみじみとつぶやきました。本当に、家族みんなで乗り越えられましたね。よしこの笑顔が何よりも眩しく、心から安心できる瞬間が訪れたのです。数ヶ月かけて実家の整理が順調に進みました。専門家の協力もあり、無事に引き取り手も決定。最後に実家を訪れた日、きれいになった部屋を見渡しました。寂しさはありますが、晴れやかな気持ちです。妻と手をつなぎ、静かに深礼をしました。今までありがとう、感謝の涙が頬を伝いました。自宅に戻り、再び穏やかな日常が戻ってきました。重い負担から解放され、心にゆとりが生まれました。これからは自分たちの時間を大切に過ごしたい。小さなお散歩や夫婦での旅行、新しい楽しみが増えました。残すものと手放すもの、見つめ直すことで未来は明るくなります。あなたも今日から小さな一歩を踏み出してみませんか？